皆さんこんにちは。卓球の用具選びって一度こだわり始めると本当に底なしの沼ですよね。ラバーを張り替えるたびに今日の打球感は昨日と違う気がするとか、なんでプロと同じ最高級の用具を使っているのにあんな鋭い球が出ないんだろうなんて夜も眠れないほど悩んでいる方も多いんじゃないでしょうか。今日はそんな迷えるプレイヤーたちに送る最新かつ最新の研究報告書の解説をお届けします。お相手は用具のことなら物理法則から分子レベルの構造、果ては製造工場の気圧まで語り尽くす自他ともに認める用具マニアケンジさんです。美咲ちゃん、その紹介はちょっとハードルが上がりすぎだけど、まああながち間違ってないね。よろしくお願いします。今日は単なるおすすめ紹介とは一線を画す非常に濃密でかつ刺激的な内容を用意しました。テーマは補助剤使用下における卓球用具システムの動的最適化。副題はなんとメーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない卓球の真実です。教えてくれない真実、なんだか秘密の特訓を覗き見るみたいでワクワクしますね。でも動的最適化とか補助剤ってちょっと難しそうな響きです。確かに言葉は硬いけど中身はすごく実践的なんだ。補助剤、いわゆるブースターはトップ選手の間では半ば常態化しているけれど、その効果を 100% 引き出すための接着剤の選び方やラケットとの相性を科学的に理解している人は実はプロでも驚くほど少ない。今回は最新の界面工学という視点から卓球の打球感の正体を解き明かしていくよ。界面工学、ラバーとラケットが接するわずか 0.1 ミリの世界のお話ですね。その通り。その 0.1 ミリの多層構造の中でエネルギーがどう伝わりどうロスしているのか、さらに2025年から施行される最新の ITTF 規則についても触れていくから、試合に出るシリアスなプレイヤーにとっても聞き逃せない内容になるはずだ。全20パート一気にかつ徹底的に深く潜り込んでいくから振り落とさないようにね。さて、具体的な各論に入る前に、この報告書が提示している最も衝撃的な結論を先に伝えておこう。それは、接着剤は単なる糊ではなく、ラバーとラケットに次ぐ第三の弾性体であるということなんだ。第三の弾性体。つまり、接着剤自体もラバーやラケットみたいにボールを飛ばすバネの役割を果たしているってことですか？まさにその通り。これまでの卓球界ではラバーが主役、ラケットが脇役、接着剤はただの黒子だと思われてきた。でも報告書ではこの接着層の厚みや硬さが打球のエネルギー伝達効率を劇的に変えてしまうことを精密な材料試験で証明しているんだ。もし接着層の設計が死んでいたら、どんなに1枚1万円を超える最高級ラバーを使ってもその性能は 50% も発揮できない宝の持ち腐れになってしまう。接着剤を変えるだけで1万円のラバーが5000円分になっちゃうこともあるってことですか？それは恐ろしいですね。そうなんだ。特に今回、具体的に注目すべき発見がいくつか提示されている。一つ目は、スポンジの微細構造、つまり大気孔型か高密度型かによって最適な接着剤が180度違うということ。二つ目は、音響工学のインピーダンス整合という理論が気持ちいい打球感を作る鍵だということ。そして3つ目は2025年からの ITTF 新規則解体検査というこれまでにない厳しいルールへの対策だ。解体検査、試合の後にラバーを剥がされてチェックされるなんてちょっとドキドキしますね。そうなんだよ。でもこの報告書の知見があればルールを遵守しながら最大効率の性能を引き出すことができる。これからの卓球は感覚だけでなくこうした科学的なデータに基づいたシステム設計が勝敗を分ける時代になるんだ。詳細は各パートで語っていくけど、まずはこの接着層イコールバネという概念を脳に刻んでおいてほしい。ケンジさん、まずは歴史的な背景からお聞きしたいです。昔はスピードグルーっていうすごく弾むけど強烈な匂いがする接着剤があったんですよね。懐かしいね。2008年が大きな転換点だったんだ。現代卓球における界面工学の変遷という章でも詳しく触れられているけれど、2008年に VOC を含むグルーの使用が禁止された。これが全ての始まりだった。それまでは接着剤が性能の主役だった時代もあったんだよ。それまでの接着剤と今の水溶性接着剤では何が一番違うんですか？かつてのグルー時代、接着剤は単にスポンジの中に溶剤を運ぶための運び屋に過ぎなかったんだ。溶剤がスポンジを膨らませて弾ませるのが主目的で、接着剤自体の膜の性能は二の次だった。でも今の水溶性接着剤は違う。乾燥して残るゴムの膜そのものが物理的な性能に直結する。今は接着剤そのものの役割が重くなっている。そう、第三の構成要素としての接着層だね。
今のトップ選手は補助材を使ってラバーを膨らませるけれど、その膨らんだラバーをしっかりと支え、かつ衝撃振動をどう減衰させるか、あるいはボールの接触時間をどうコントロールするか、それらは全て接着層という界面の設計にかかっているんだ。つまり接着剤を塗る作業そのものがもはやチューニングというか用具開発の一部になっているようなものなんですね。まさに単にラバーが剥がれないように貼るだけの時代は終わったんだ。報告書によれば、この界面工学の進化こそが現代の高速高回転なプラスチックボール卓球を支えている目に見えない最大の功労者なんだよ。さあ、ここからは物理学の革新に迫るよ。美咲ちゃん、ラバーのスポンジを顕微鏡で覗いたことってある？いえ、さすがにそこまではないですけど、でも種類によって穴の大きさとかが違うのは聞いたことがあります。スポンジ微細構造の物理学的特性と弾性応答の解析という章によると、現代のスポンジは大きく2つのタイプに物理的な分離ができる。一つはバタフライのスプリングスポンジに代表される大気孔型。もう一つは中国製の粘着ラバーに多い高密度型だ。この違いを知らずに接着剤を選ぶのは非常に危険なんだ。大気孔ってことは文字通り穴が大きいってことですよね。その通り、数百マイクロメートル単位の大きな気泡が含まれていて、それが打球時にバネのように収縮して強烈なエネルギーを放出する。これを物理学では粘弾性体としての挙動と呼ぶんだ。大変なこと。バネが壊れちゃうんですか？せっかくの大きな穴、つまりバネの可動域を接着剤が埋めて殺してしまうんだよ。逆に高密度型は穴がほとんど見えないくらいぎっしり詰まっている。これは合体、つまり硬い塊に近い性質を持っていて、強いインパクトでも底つきしにくいのが強みだ。ふわふわしたバネ系か、がっしりした壁系か。その違いを理解せずに接着剤を塗るのは、設計図を見ずに家を建てるようなものですね。素晴らしい例えだね。この構造の違いが接着剤の粘度や層の厚みを決める唯一にして絶対の決定要因になるんだ。報告書ではこの空撃率の違いが接着剤の浸透深さにどう影響するかまで数値化されているんだよ。バネ系の最高峰といえばやっぱりバタフライのディグニクスシリーズ、そして今世界中が注目している最新のザイル03ですよね。これらについてもっと詳しく知りたいです。バタフライグローバルの製品技術分析やオンラインショップの製品仕様を読み解くと、彼らの独自技術スプリングスポンジ X がいかに精密かがわかる。このスポンジは単に気泡を大きくするだけでなく、気泡を包むゴムの壁そのものの弾性を分子レベルで強化しているんだ。報告書のデータによれば、従来のスポンジに比べて変形しやすさが 14% も向上している。この 14% はトップレベルのラリーでは天と地ほどの差を生むんだ。14% って打った瞬間にはっきり体感できるレベルですよね。そう。特に最新のザイル03はトップシートのピンが非常に短く設計されている。これによって打球の衝撃がシートを素通りしてダイレクトにスプリングスポンジ X に伝わるようになっているんだ。ここに補助剤を使用するとどうなるか。スポンジがさらに軟化して気泡一つ一つが巨大なバネに変貌する。うわー、すごそう。でもそれだけ繊細だと接着剤の塗り方も難しそうです。鋭いね。報告書ではこの巨大なバネを生かすためには接着剤が気泡の中に侵入しすぎてはいけないと警鐘を鳴らしている。高粘度の接着剤を強く押し付けるように塗ると、バネの隙間にコンクリートを流し込むような状態になって、せっかくの柔軟性が失われてしまうんだ。14% の柔軟性を維持するには、接着剤をスポンジの表面にふんわりとかつ強固に形成する、まるで外科手術のような高等技術が求められるってことですね。まさにその通り、接着剤がスポンジの呼吸を止めてはいけない。これが最新ラバーのポテンシャルを引き出す現代卓球の最適解なんだよ。では逆に、中国の強氷や最近話題のシャオムオメガ8チャイナのような穴が見えない高密度スポンジはどうアプローチすべきなんですか？高速種の技術レポートやテーブルテニスタイランドの製品比較ガイドを見ると、高密度スポンジの物理的特性がよくわかる。これらはゴムの密度が極めて高く、気泡によるクッション性に頼らず、ゴム分子そのものの反発力でボールを跳ね返す設計なんだ。穴がないから、どんなに強打しても負けない底なしの威力があるんですよね。そう、底つきしないからね。でも、そのままだと現代のプラスチックボールを飛ばすには硬すぎる。だから、補助剤によるブースティングが前提となるわけだ。シャオムオメガ8チャイナの2025年モデルなんかを分析すると、あらかじめ工場レベルで高度なテンションがかけられているけど、トップ選手はさらに自分好みのオイルで調整する。高密度だから、オイルを吸わせるのも大気孔型より時間がかかりそうです。大変だよ。ゴムが密だからオイルが浸透するのに数日かかる。そしてここが重要なんだけど、
このガチガチのスポンジをラケットに固定するには生半可な接着では足りないんだ。インパクトの瞬間にスポンジが変形せず、ラケットとの界面でズレが生じやすい。これを物理学では先端歪みと呼ぶんだよ。ずれちゃうとスイングのパワーが逃げちゃいますよね。その通り。報告書では高密度スポンジには接着剤を厚くかつ硬く塗ることを推奨している。薄い接着層だと硬いスポンジの圧力に負けて界面が剥離したり、エネルギーが熱として逃げたりするんだ。高粘度接着剤を浅塗りしてラバーとラケットの間にもう一枚の強靭なゴム層を作る。この合体の一体化こそが相手を押しつぶすような重い球を生む秘訣なんだよ。ここでさっきケンジさんが言っていたインピーダンス整合について詳しく教えてください。なんだかマニアックなオーディオの専門用語みたいですけど。了解。インピーダンスとは物理学で振動の伝わりにくさを指す言葉だ。卓球に例えるとラバー、接着剤、ラケットという3つの異なる材料が並んでいる。ボールが当たった時の振動エネルギーがこの3つをスムーズに通り抜けるためにはそれぞれの抵抗値が近くないといけないんだ。抵抗がバラバラだと途中でエネルギーが渋滞しちゃうんですか？渋滞どころか境界線でエネルギーが跳ね返ってくるんだ。これを反射と呼ぶ。例えば細材で柔らかくしたラバラにすごく硬い接着剤を合わせると振動が海面でぶつかって手にビーンという不快なノイズとして伝わってしまう。それが打球感がぼやける原因なんですね。まさに報告書の海面におけるエネルギー損失の最小化という章では接着剤がその仲介役を果たすべきだと結論付けている。柔らかいラバーには乾燥後も弾力を失わないレボリューションナンバー3のような接着剤を、硬いラバーにはしっかり振動を伝えるファインジップを。用具の硬さの階段をきれいに作ってあげるイメージですね。その通り。この整合が取れているとスイングの力がロスなくボールに伝わるだけでなく打球の感触が脳にクリアに伝わる。上級者が手に吸い付くような打球感というのは物理学的にインピーダンスが完璧に一致している状態を指しているんだよ。接着剤一つでラケットが最高のセンサーに変わるんだ。接着剤って最初は白い液体ですけど乾くと透明なゴムの膜になりますよね。あれって科学的にどんなドラマが起きているんですか？ただ乾くだけじゃないんですよね。接着剤の物理化学的組成の章を見るともう単なる作業とは思えなくなるよ。現代の水溶性接着剤の主成分は天然ゴムラテッツ。水の中に微細なゴムの粒子がプカプカと浮いているエマルションという状態なんだ。それが乾くとあの透明な泡になる。そう。水が蒸発するにつれてゴムのボール同士がギュッと寄り添い、ある一定の濃度を超えると互いに融合し始める。これを化学用語で合一と呼ぶ。この合一が 100% 完了して初めて接着剤は第3の弾性体としての性能を発揮するんだ。もしまだ生乾きなのに貼っちゃったら？合一が不完全な部分は強度が極めて低い。打球の衝撃でその部分が切断され、海面の中で小さな空洞や剥離が起きる。報告書ではこの目に見えない剥離が弾みのミラやコントロールミスを引き起こす最大の原因だと指摘しているよ。ドライヤーで無理やり乾かすのは？急激な乾燥は表面だけが先に合一して中に水分を閉じ込める膜張り現象を起こしやすい。理想は室温でじわじわと透明になるのを待つことだ。焦りは禁物。完璧な合一を待つことが試合でのここ一番の一本を支える安定感につながるんだよ。さらに報告書では相対湿度が乾燥時間に与える影響についても詳述されているから、梅雨の時期などは特に注意が必要だね。ケンジさん、具体的な商品選びです。フリーチャック、ファインジップ、レボリューション、結局どれがいいの？選択肢が多すぎて選べません。報告書の各メーカー製品展開分析のデータをベースに解説しよう。まずバタフライのフリーチャック2。これは非常に低粘度で乾燥後の膜が最も薄くかつ柔軟になる設計だ。つまりラバー本来のバネ性能を1ミリも邪魔したくない純粋なバネ系ラバー向けだね。一方のニッタクファインジップは？これは高粘度の代表格。膜が強靭で厚みが出やすい。報告書ではこの厚みが衝撃の干渉剤として機能することを指摘している。硬いラケットやスポンジの衝撃を適度にいなしてくれるから打球感に安心感を求める人や中国製の硬いスポンジを使う選手に愛されている。最近プロの間で人気のレボリューションナンバー3はどうですか？レボリューションは面白いよ。乾いた後もゴムのような強い弾力を維持する。さらに補助材でラバーがパンパンに膨らんでいてもその復元力に負けずに張り付く引き先強度が非常に高いんだ。他にも TWC グルーフェンとか DHS ナンバー15は？グルーフェンはとにかく軽さを追求している。DHS ナンバー15は中国ナショナルチーム御用達で非常に強力な接着力と剥がす時の皮の剥きやすさを両立している。
報告書の比較表をじっくり見ると、自分が求めるのが軽さか友値か反発スピードかによって選ぶべきボトルが論理的に決まるようになっているよ。接着剤の相手はラバーだけじゃない、ラケットの木との相性についても教えてください。木材によって接着のしやすさが全然違いますよね。卓球ラケット接着剤の現状分析の章では、木材の表面特性が接着にどう影響するかが語られている。ポイントは導管だ。木が水を運ぶための管だね。例えばリンバ材は導管が大きく、接着剤がその穴の中まで入り込む。それがアンカー効果ですね。正解。しっかり食い込むから補助剤で暴れるラバーもがっちり捕まえてくれる。リンバ状板のラケットに補助剤入りラバーを貼ると、あの独特の深い玉持ち感が生まれるのはこのせいだ。対してカーボンラケットによく使われる琴材は密度が高く、表面が滑らかだ。接着剤が中に入りにくいから海面が薄くなる。そう。だから打球音がパキッと高くなるんだ。報告書では琴材のような硬い状板には接着剤を1層目に薄く塗り、それをプライマーとして機能させる手法が推奨されている。2度塗りすることで1層目が木材に馴染み、2層目がラバーとつながる。そういうこと。さらに最近はスティガの VPS 処理などによって接着剤が染み込みにくくなっているラケットも多い。こういうラケットを使うときは接着剤の量を少し増やさないと、インパクトの瞬間にラバーが滑る当たり損ねの原因になるんだよ。報告書では木材の表面自由エネルギーの測定データまで載っているから驚きな。ボールが当たった瞬間、ラバーがずれるって本当にあるんですか？目には見えませんけど。物理学的には先端応力の発生だ。時速120キロを超えるスマッシュや強烈なドライブが当たった瞬間、ラバー表面にはラケットと平行方向にすまざまじい力がかかる。この時、接着剤がクッションとして優秀すぎると、ラバーがラケットの上でわずかに泳いでしまうんだ。泳ぐ？つまり力が逃げちゃうってことですか？そう。これをクリープ現象と呼ぶ。報告書の実験データによれば、低品質な接着剤や乾燥不足の状態では、エネルギー伝達効率が 10% 以上低下する場合がある。10% の威力ロスは勝敗を分けるには十分すぎる数字だ。10%。それはトップレベルなら致命的な数字ですね。特に補助剤を使っているラバーはスポンジ自体が柔らかくなっているから、この滑りが起きやすい。だからこそ接着層には高い先端弾性率、つまり横方向の力に対してしっかり踏ん張る強さが必要なんだ。リンバ材がささくれちゃうのもこの力が原因なんですか？その通り。接着剤が木材の繊維を掴んだままラバーの動きに引っ張られて引きちぎられるんだ。これを防ぐために上級者はニスなどで表面を保護するけど、保護しすぎると今度は滑りが起きる。このグリップと保護のギリギリのバランスを追求するのが用具の最適化なんだ。報告書ではこの現象を海面剥離の力学として詳述しているよ。既製品のラケットって最初からすごい技術で接着されてるんですよね。メーカーごとのこだわりについても教えてください。報告書で紹介されているメーカー別製造技術は興味深いよ。例えばニッタクのアコースティックシリーズ。これは原画既製法といって木材の共鳴を一切妨げない窯に近い特殊な接着剤を使用している。だからあんなに澄んだ美しい音がするんですね。納得です。そう。木材組織の隅々まで接着剤が浸透して、ラケット全体が一個の木の塊として振動するようになっている。対してバタフライのプリプレグ技術。これはカーボン繊維にあらかじめ樹脂を染み込ませておく技術だけど、その樹脂の量を 0.1g 単位で管理しているんだ。それがどう影響するんですか？接着層にムラがないから、ラケットのどこで打っても反発係数が変わらない。これをスイートスポットの拡大と呼ぶ。一方、スウェーデンのスティガは熱処理で木材の細胞壁を硬化させ、特有の響きを生み出している。メーカーごとに接着に対する哲学が全然違う。そうなんだ。私たちが自分でラバーを貼るとき、実はこれらの匠の土台の上に自分の接着層を重ねている。その土台の性格を知っていれば、おのずと相性の良い接着剤も見えてくる。メーカーへの敬意を込めた接着、それが勝利への近道かもしれないね。ケンジさん、いよいよ革新中の革新に迫ります。補助剤を使うとなぜあんなに弾むようになるんですか？魔法みたいですけど、絶対に物理的な理由がありますよね。補助剤の物理化学的メカニズムの章を解読しよう。主成分は主にパラフィン系の生成オイルだ。このオイルの分子がスポンジのゴム組織に侵入すると、ゴム分子同士を結びつけているネットワークをわずかに押し広げる。これを自由体積の増大と呼ぶよ。体積が増えるからあの反り返りが起きるんですね。その通り、物理学的には内部応力だ。
このストレスがかかった状態でラケットに張ると、シート面には強烈なテンションがかかり、ボールを弾き飛ばす力に変わる。ベースには膨大なエネルギーが蓄えられているんだ。普通のノリじゃその強大な力に耐えられなくて剥がれちゃいそうですね。そうなんだ。だから補助剤を使用する場合は、通常の接着よりも強力な膜が必要になる。しかもオイルがスポンジに残っている間は、接着剤がオイルに溶かされてしまう過疎化のリスクもある。補助剤でパワーを得ることは、同時に海面の安定性を保つための接着剤との戦いを始めることでもあるんだよ。ケンジさん、いよいよ後半戦ですね。補助剤を塗った後の待つ時間、これをもっと専門的に説明してください。ただの放置じゃなくて、分子レベルで凄ましいことが起きているんですよね。その通り、この養生という工程は、卓球用具を工業製品から精密兵器へと変えるための最も重要な時間なんだ。報告書によれば、補助剤のオイル分子がスポンジのゴム組織全体に均一に行き渡るプロセスは、物理学におけるフィックの拡散法則に完全に従っている。フィックの法則、オイルが濃いところから薄いところへ流れていく、あの現象ですね。そう。でも、スポンジはただのスポンジじゃない。ゴムの分子差が網目状に張り巡らされているから、オイル分子はその網目をかき分けて進む必要があるんだ。これには膨大な時間がかかる。最新の高密度スポンジだと、分子レベルで平行状態、つまりどこを測っても同じ濃度になるまでには48時間から72時間は必要だ。3日間。もし待ちきれずに24時間で張っちゃったらどうなるんですか？表面だけが異常に膨らんで内部が置いてけぼりになる。するとラバー内部に巨大な濃度勾配が生まれるんだ。この不安定な状態で強打の衝撃を与えると、オイル分子が急激に移動しようとして接着層のゴム膜を内側から引きちぎってしまう。これが試合の大事な場面で突然ラバーが浮いてくる最大の原因なんだ。知らなかったじゃ済まされない悲劇ですね。湿度の影響も大きいって聞きました。そうなんだ。報告書の実験データによると、湿度 70% を超える環境では接着剤の水分蒸発が遅れるだけでなく、補助剤のオイルが空気中の水分と反応してしまい、接着界面の合一を 40% も阻害することが判明している。湿気の多い日本の夏はエアコンの効いた部屋でじっくりと時間をかけて木材とゴムの対話を待つ。この我慢強さこそが最強の海面を作るんだよ。続いては具体的なラバー物の最強レシピパート15は大人気のバタフライ材料3編です。あの大きな穴が開いたスポンジ、どうやって手なずければいいですか？材料3、そしてディグニクスに採用されているスプリングスポンジ X へのアプローチはもはや芸術の領域だね。バタフライグローバルの設計思想を徹底的に解析すると、彼らの狙いはエネルギー伝達の純度にある。これを最大化するには、接着層に音響的透明性を持たせなければならない。音響的に透明、接着剤が音を遮ってはいけないってことですか？正解。材料3はトップシートのピンを意図的に短くして、ボールの衝撃をダイレクトにスポンジのバネに伝えようとしている。ここに厚くて鈍い接着剤を塗ってしまうと、せっかくの微細な振動情報が接着層で減衰してしまい、プレイヤーは何を打っているのかわからないという状態に陥るんだ。報告書が推奨する2段階コーティングの詳細を教えてください。まず1層目にはフリーチャック2のような極めて粘度が低くゴム成分が細かいタイプを薄く塗る。これが巨大な気泡の穴を一つ一つ優しく塞ぐ目止めの役割を果たすんだ。この1層目が完全に透明になったら、その上にレボリューションナンバー3のような乾燥後も高度な柔軟性と自己回復性を持つ接着剤を重ねる。なぜわざわざ2種類重ねるんですか？これが界面工学の妙味だよ。1層目でスポンジのバネを保護し、2層目でラケットとのインピーダンス整合を取る。この多層構造によって打球時のエネルギー反射が最小限に抑えられ、回転量は計算上 5% 以上向上する。材料3の持つえげつない反発と吸い付く玉持ちを両立させるには、この音を通す界面設計が不可欠だな。パート16は真逆の性格を持つサイオームオメガ8チャイナや強氷などの中国系ラバー、高密度スポンジの攻略法です。こちらはパワー全振りですよね。そうだね。こちらは重さと硬さを味方につける戦略だ。キーワードは合体結合。サイオムの公式解説やゴースポーツの製品分析でも、高密度スポンジは強大なスイングスピードをロスなくボールに伝えるために存在している。ここには中国のプロ選手が絶対の信頼を置くダテの思想を取り入れるべきなんだ。ダテ、接着剤を4層も5層も塗り重ねるあのマニアックな手法ですね。重くなりませんか？美咲ちゃん、その重さこそが重要なんだよ。報告書の材料試験データを見てごらん。
高密度スポンジとラケットの間に 0.2 ミリから 0.3 ミリ程度の厚い接着層を意図的に形成すると、海面でのエネルギーロスが 30% も軽減されることが示されている。この圧膜が硬いスポンジに対する衝撃の受け皿となり、ラバーとラケットを分子レベルで完全に一体化させるんだ。それが中国ラバー特有の重い球の秘密なんですか？その通り、物理学的に言えば慣性モーメントの増大だ。インパクトの瞬間に接着海面がびくともしないことで、スイングのエネルギーが 100% ボールに突き刺さる。推奨レシピはファインジップや DHS ナンバー15の多層塗りだ。乾燥時間をしっかりと取り、層を一つずつ強固に固めていく。剥がす時も一つの分厚いゴムの板みたいに剥がれるから、意外とメンテナンスも楽なんですよね。そう。しかもこの厚い接着層が木材の表面を保護するシールドにもなる。高密度スポンジの持つ手なしの反発を引き出すには、接着剤を薄く軽くという現代の常識を捨て、あえて厚く重く構築する勇気が必要なんだよ。これこそが勝利を呼ぶ重量級の海面設計だ。パート17はケンジさんが今最も注目しているハイブリッド手法の深掘りです。異なる接着剤を混ぜるのではなく、重ねることで魔法が起きるんですよね。魔法じゃない。これはヤング率の勾配を利用した高度な分層設計なんだ。報告書の異種材料適層という章では、単一の接着剤では決して到達できない性能の矛盾の解決が語られている。相反する性能を両立させる。具体的にはどういうことですか？例えばプレイヤーは柔らかい打球感と強烈な弾みの両方を欲しがるよね。これをハイブリッド手法で実現するんだ。まずラバー側にフリーチャック2のような柔軟なタイプを塗る。そしてラケット側にファインチップのような硬いタイプを重ねる。すると海面の中に柔らかい層から硬い層へのグラデーションができるんだ。そのグラデーションが打球時にどう作用するんですか？軽打の時は1層目の柔軟な層が微細なタッチを受け止め、抜群のコントロールを生む。一方でフルスイングの時は2層目の硬い層がスポンジの沈み込みをがっちりと受け止め、圧倒的な反発スピードを生み出すんだ。報告書のユーザー調査によれば、この手法を採用した選手はスイートスポットが 12% 拡大したと回答している。 12% は大きい。試合でのゴンミスが劇的に減りそうです。さらにメンテナンス性のメリットも計り知れない。1層目が柔軟だからラバーを剥がす時にスポンジの繊維を傷めない。それでいて2層目の強靭な膜が全体をホールドしているから、剥がす時は一気にペリペリっと気持ちよく剥がれるんだ。報告書によれば、この手法でラバーの寿命が 20% 伸びたというデータもある。性能も上がり、ラバーも長持ち。これぞまさに現代卓球における用具のハックだね。パート18は目に見えないでも一番気になる打球感の正体に迫ります。ケンジさん、打球音ってそんなに重要なんですか？みんな今のいい音したとか言いますけど、音こそがプレイヤーが用具を信頼するための最大のフィードバック情報なんだ。報告書の打球音の周波数特性解析という章はもはや心理学の領域だよ。プレイヤーが最高に気持ちいい当たりだと感じる瞬間、脳波と同期しているのは実は 2000Hz から 4000Hz の高周波成分なんだ。 2000Hz、 かなり高い澄んだ音ですよね。そう。この周波数帯の音がクリアに響くと、脳はエネルギーが効率よく伝わったと認識し、ドーパミンを放出する。これが音響的報酬信号だ。もし接着層の中に目に見えない微細な空気の粒や剥離があると、この高周波が海面でバラバラに散乱してしまい、音が濁る。音が濁ると、打っている本人も今のミスかなって不安になっちゃう。その通り。その一瞬の迷いが次のスイングの消極性を生む。報告書によれば、補助剤を使って弾みを上げた状態で、さらにインピーダンス整合の取れた接着を行うと、この 2000Hz 帯の音が安定し、プレイヤーの打球精度が 15% 向上したという驚きの結果が出ている。接着剤を均一に丁寧に塗ることが脳の判断力を高めていたなんて。卓球は感覚のスポーツだと言われるけど、その感覚は音という物理現象によって支えられているんだ。自分のラケットが奏でる音を調律すること。薄く塗って高周波を際立たせるのか、厚く塗ってマイルドにするのか。自分の耳を信じて最高の報酬信号を引き出す接着を見つけてほしいな。これこそが海面設計の醍醐味だよ。いよいよクライマックスが近づいてきました。2025年1月から本格施行される ITTF の新しいラケットコントロール。これ SNS でもいよいよやばいルールが来たって話題になってますけど、具体的に何が変わるんですか？ ITTF スタチューツ2025、さらにテーブルテニスカナダの声明を読み解くと、これまでの卓球の常識が根底から覆されることがわかる。最も大きな変更点は、試合後のポストマッチコントロールの権限が審判に与えられることだ。試合に勝った後に
ラバーを剥がされて測られるんですか？せっかくの耐筋癖がその場で失格なんて悲しすぎます。本当に過酷だよ。計測には最新のレーザー変異計が導入されると言われている。0.01 ミリ単位で厚さを暴く、まさに嘘発見器だ。ルールではラバーの合計厚さが 4.0 ミリ以内と定められているけど、これまでの簡易的な測定器とは比較にならないほど厳格になる。4.05 ミリを超えたら一発アウトだ。今日お話ししてきた補助剤と多層塗りの接着剤、これ絶対引っかかりますよね。そこが 0.1 ミリの死闘なんだよ。最新のザイレー03やオメガ8チャイナの特圧は新品状態でシートとスポンジを合わせて約 3.8 ミリ前後ある。つまり 4.0 ミリという制限に対して残された猶予はわずか 0.2 ミリ。補助剤を塗ってスポンジが 0.1 ミリ膨張したとしたら、接着剤の層に許される厚みはたったの 0.1 ミリだ。0.1 ミリの中に1層目2層目って詰め込まなきゃいけない。そう、プポンスーパーの2025年トレンド分析でもこの規則をクリアしつつ性能を出すための超右白膜接着技術が今後プレイヤーの必須スキルになると述べられている。これからは感覚で塗る時代は終わる。自分の塗る接着剤が1層あたり何ミリになるかをデジタルノギスで把握し、逆算して構成を決める。勝利のために性能の極限を攻めつつルールも完璧に守る。まさに F1 マシンのメカニックのような精密なリスクマネジメントが求められるんだよ。美咲ちゃん、全20パート、卓球の深淵まで本当によくついてきてくれたね。ケンジさん、今日のお話は一生忘れません。接着剤が単なるノリじゃなくて、ボールを飛ばし、音を伝え、勝利を引き寄せる第3の男性体だなんて、今までそんな風に考えたこともありませんでした。これからはラバーを貼る時の透明になるまでの時間さえ愛おしく感じそうです。はは、それは最高の褒め言葉だね。最後に、この膨大な研究報告書の結論を全てのプレイヤーに送る3つの黄金律としてまとめよう。1、用具をシステムとして統合すること。ラケット、ラバー、接着剤、補助剤、これらを個別に考えるのではなく、一つのエネルギー変換器として最適化せよ。自分のスポンジがバネなのか壁なのかを知ることが全ての出発点だ。2、時間という見えないコストを支払うこと。補助剤の養生と接着剤の合一。この分子レベルの安定を急ぐ者に真の性能は決して手に入らない。3日間の我慢が3年間の勝利につながるんだ。3、数値と音を信ずること。曖昧な感覚だけに頼らず、デジタルな厚み管理と 2000Hz のクリアな打球音を追求せよ。科学的に裏付けられた自信こそが新時代のプレッシャーに打ち勝つ唯一の武器になる。ケンジさん、本当にありがとうございました。私、明日からラバーを貼るときは白衣を着るような気持ちでノギスを片手に用具と対話しようと思います。その意気だよ美咲ちゃん。卓球は打つスポーツであると同時に自分の武器を研ぎ澄ますエンジニアリングなんだから。皆さんもこの報告書の知見を生かして自分だけの最適解を見つけてくださいね。それでは皆さん、全20パートにわたる超ド級の音声解説、これにて終了です。最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。また会いましょう。海面の調子はどうだい？常に問い続けてね。さようなら。またね。4.0 ミリオーバー絶対するなよ。